ジョイジョイのジョアナです。今回の大好きな御言葉シリーズにようこそ。今日は新約聖書のマルコの福音書っていうイエス様の生きてた時、イエス様のお話についての本から御言葉を取りました。で、実はナタナエルがジョイジョイでバイブルしゃべりっていうマルコの福音書の中の話を暗記してそれを語るっていうシリーズをしてんねんけど、もしこのビデオをリリースするときにナタナエルのマルコ9章の話が出てたらまた上に追加するので見てください。 OK、 じゃあ今日の話いくで。今日の話はイエス様が弟子のペテロ、ヤコブ、ヨハネと一緒に山の上に登って、山の上で神様の声が天国から聞こえてきて、神様がこの子は私の子供ですって言って、弟子たちがおーこの人何様やってなって山の上から降りてきて、そしたら他の弟子たちが律法学者のユダヤ教のお偉いさんたちと喧嘩してたっていう場面の御言葉やねん。なんで喧嘩してたかっていうと、ある男の人がイエス様いい日の間にイエス様の弟子たちのところに来て、君たち、僕の息子が悪霊に疲れてて耳聞こえへんし何も話せへんし、悪霊にこう襲われたらもうなんか口から泡出て転げ回ってぐちゃぐちゃな状態やねん。だから俺の息子を治してほしいって弟子たちに言いに来はってん。で、弟子たちはその床で転げ回ってるかわいそうな状態の息子さんを見て、悪霊出ていけとか言ってんけど、悪霊は出ていかへん。ほんで弟子たちが律法学者たちと一緒にどうやったら悪霊を出せるかとか、なんでお前らは出せへんねんっていう喧嘩をしてはってん。その状況にイエス様が現れて、イエス様はその男の人に息子の状態とか質問を聞かはって、そしたらその男の人が、僕の息子ほんまに大変な状況やからできるんでしたら助けてください、どうか助けてくださいってお願いしはってんな。でイエス様はそれ聞いてなんて言ったと思う？できるならできるに決まってるやん。信じる者には何でもできるのですってイエス様が言わはってん。で次、そのお父さんの返事がうちの大好きな御言葉いくで。するとすぐにその子の父は叫んで言った。信じます、不信仰な私をお助けください。それが今日の大好きな御言葉で、そのお父さんのお願いを聞いてイエス様は息子さんを癒さはってん。悪霊を出て行かせはってん。この御言葉が好きな理由は、このお父さんのセリフ、実はジョハナもこれ毎日言うセリフやねん、ある意味で。でも面白いことにこのセリフ矛盾してると思わへん？信じます、つまり信仰を持ってます。不信仰な私をお助けください。不信仰、つまり信仰を持ってない。反対やん、真逆、矛盾してるって思うかもしれへんけど、ちょっと一緒に考えてみよう。矛盾してるかどうか。まず信仰っていうのは神様を信じる、何かを信じるっていうことやんな。でも信仰っていうのは聖書を読むと自分から出てくるものじゃなくて、神様からいただくものって書いてあんねん。面白いやろ。2つ目、信仰がどれほど強いかっていうのが大事なんじゃなくて、信仰がどこに向いてるか、どこに信仰を置いてるかが大切やねん。それも面白いと思う。で次、信仰について考えるときに覚えておくのが大事なことは、うちの力、うちの知恵だけでは絶対に神様に頼ったり神様に信頼することは不可能、無理っていうこと。でも神様が信じるための信仰をくださるって信じて、信仰をくださいって祈ることができんねん。ちょっとややこしいな。しかも今めっちゃ原稿ガン見してた。もう一回。神
様を信じるために必要な信仰をくださいってくださるって信じて、信仰をくださいって神様に祈ることができんねん。っていうことはこれ矛盾してないやん。このお父さんは、私は神様が私に必要な信仰をくださるっていうことを信じますので、なのでその私が必要な信仰を私にください、そう言ってはんねん。私はただの人間、このシリーズでよく言ってるけど、ただのちっぽけな人間、何にも自分でできひんから神様信仰くださいって、すごい正しい立場やと思う。神様のとこに来るときには、神様が偉大な方っていうのを認めてはるな。で、この御言葉、特に人生辛い時にめっちゃ励ましになる。もう人生嫌や、もう嫌や、もうぐっちゃぐちゃな状況、神様が何してるかわからへんし、なんで生きてんのかわからへんし、なんかもう理由も希望も目的もないし、もうぐっちゃぐちゃっていう状況みんなあるやん。毎日1回あるかもしれん。そういう時に素直に、そのままでいいねん。素直に神様に、信じます、不信仰な私を助けてください。そのなんかめっちゃ素直なお祈り大好き。ほんでそれを祈った後に、なんか今信じるの難しいねんけど、それは自分がなんか欠けてるからじゃなくて、神様にちゃんとask 欲しいって言ってないから、祈ってないから。で、そうやって神様に信仰くださいって祈ったら、信仰をくださるってうちは信じてる。なんかちょっと最後いろんな適当なこと言っちゃった気がする。とにかくこの御言葉めっちゃ好き。私は信じます、不信仰な私を助けてください。今日はその辺にしよっか。じゃあ次回もお楽しみに。バイバーイ。